援助から投資へ、この言葉ほど日本とアフリカとの関係の変遷を端的に表すものはない。日本が主導するアフリカ開発会議 TICAD。 6年ぶりの横浜開催となった今回の TICAD9 にはアフリカから49カ国の代表が参加。アフリカの経済開発に関して多岐にわたるテーマで活発な議論が交わされた。ビジネス交流イベントとして合わせて行われたのが TICAD ビジネスエキスポ&カンファレンス。過去最多となる194の企業団体が新たなビジネスパートナーを求めて出展。このイベントにはおよそ1万人が来場し、 TICAD 期間中に日本企業が締結した覚書も300件を超えた。今回は新たな試みとしてポップカルチャーのゾーンも設けられた。So actually we have future plans with several Japanese companies in developing our curriculums, in developing our teacher training. And also a starting point for more alternatives that we need as a country to grow our economy. 爆発的な人口の増加に伴い、経済成長と産業育成が必須であるアフリカ諸国からは、日本企業のアフリカ進出への期待が大きい。日本企業もこの巨大な市場に対して援助からビジネスへと関係を変化させながら、さまざまな形で進出を始めている。アフリカは世界で最も人口増加が著しく、2050年には25億人に達すると予測されている。これに伴い経済も成長しており、2024年の GDP 成長率は 3.2%、 2025年には 4.1% になると予測されている。このように成長が見込まれる一方で、アフリカには解決しなければならないいくつかの課題がある。道路整備とゴミ問題を同時に解決。ケニアのおよそ9割の道路は未だに舗装されていない。舗装された道路もメンテナンスができていないため、国を挙げた道路整備が急務となっている。そこで救世主になると期待されているのが、清水建設が花王日本道路と協力してアフリカでの展開を試みているペットボトルをリサイクルした舗装技術だ。現地で捨てられている廃ペットボトル材を使用して、現地の道路のために現地の人で現地のものを作るという形でですね。ペットボトルなどの素材から作られる介質材ニュートラックを使用した舗装は、従来のアスファルトに比べて耐久性に優れているため、メンテナンスの手間も抑えられるという。さらに、いやもうケニアだけじゃなくて、もうアフリカ全体そうです。ゴミ問題非常に問題になってまして、ペットボトルを回収する人の、雇用創出にもなるっていうのが一つの目標になります。インフラを整備し、15% に満たないケニアの廃棄物のリサイクル率を上げ、新たな雇用まで生み出すという取り組み。アフリカ開発銀行は3社と基本合意書を締結。環境循環型経済を目指してサポートをしていくという。で我々の役割としては現地におりますので、ローカル政府現地政府とか必要な関係者とのコネクション、そこのファシリテートをぜひさせていただきたくて。バイオ肥料で農業支援、収穫倍増へ。
主な効果としては植物の成長を早めます。気候変動でもってだいぶ高温障害だとかそういったものが出てるんですが、そういったものも緩和させることができます。東京8グローバルが自社の名を付けて開発製造した人体に無害かつ無臭のバイオ肥料東京8は、東京の排水処理の工程で発生する汚泥に含まれる微生物から生まれた。すでにアフリカ4カ国で始まっている同社の事業。ティカッド9の会場で熱心に説明していたのは、ジャパンアフリカドリームスカラーシップで日本の大学の修士号を取得したマラウイ人のシワレさん。インターンシップで東京8のことを知ったという。Hit my heart. Hit my heart because it was also at the time when there was a very big fertilizer scarcity in Malawi. Fertilizer prices were going up, were rising so fast, and then there was also inavailability. マラウイ全体の農業従事率はおよそ9割。シワレさんの両親も農業を営んでいるという。気候変動の影響もあり、近年農作物の収穫量が激減していることが大きな問題となっている。東京8はそんな現状に劇的な変化をもたらしているという。They go to the farm, 1 acre piece of land, they only harvest a bucket of maize, which is very bad. But then the neighbor's farm, who used Tokyo 8, they harvested a whole truck of maize. So東京8を散布したトウモロコシの畑とそうでない畑では成長に大きな差が出ていることがわかる。コストも 40% 抑えることができたという。kumaliza esera tachaokona chole chokona kawiri nakona chine chose ndichobonikira ole mide mayandikana deba wazineba machani amagira udabodi fedeza wanja mele。東京8の利点は肥料としての効力だけではない。日本から原液を輸出。現地の企業が300倍に培養して製品が完成する。東京8のアフリカでのフランチャイズ展開で新たな雇用も創出できるのだ。2030年までにはアフリカ54カ国すべての国で東京8の流通が始まっている状態を作りたいなと考えております。水問題の解決と人材交流。アフリカ大陸の北西部サハラ砂漠に面しているモロッコは気候変動による干ばつの影響もあり水不足に悩まされている。ここは人口1000人に満たない小さな農村ドゥアール・ブール・ガニム。汚水が適切に処理されずに河川や海に放流されていることで感染症のリスクや水質汚染が深刻だ。こうした排水処理問題の解決のために国連工業開発機関のプロジェクトで排水処理設備が設置されたのは2022年。採用されたのは日の出産業の排水浄化システムだ。独自に開発した自然由来の菌の力によって水中に溶解している酸素を増やし、糖や油分、タンパク質を強力に分解するというこのシステムは環境に優しく安全性も高いと言われている。さらに装置の運用と維持管理が容易なため現地での普及にも適しているのだという。モロッコでの成功は他の国の注目を浴びることになった。We have some lake, in the city center. Some of them are not very good water anymore. We want them to be treated. I don't know how. さらに日の出産業ではシステムを普及させるだけではなくアフリカの若者を育てることにも力を入れている。持続可能にさせるにはやっぱり人がそこに関わらないと、いくら技術だけ渡して何がしてもそれは続かないことなので。2024年にはモロッコから職業訓練就業促進庁のエンジニアが2名来日。
排水処理設備の操作運用などについて研修を受けた。帰国後2人は今度は講師として指導を行い、今では排水処理設備を運用できる人材が100人以上育っているという。日本とアフリカのビジネスの架け橋をするんだっていうちゃんとマインドを持った人たちが学んで自分の国に帰ってもらうというのはすごく大切だし、ここは大事にして続けていきたいと思っています。2016年にインターン生の受け入れを開始。これまで30カ国100人近いアフリカ人が水の浄化システムについて学んだ。今ではセネガルやベナンの若者が自社の社員として活躍している。そして今、日の出産業の技術の習得は国が認める資格になろうとしている。Et aujourd'hui, nous sommes en train de concevoir un programme de formation qui sera décliné ou qui sera déployé en formation qualifiante et décliné à un grand nombre de stagiaires à travers des parcours couronnés par l'obtention de certificats de formation. アフリカと日本の関係は巨大な潜在市場から共にビジネスを育てるパートナーへと成長している。